皆さんようこそ、東方ゆっくりスクールへ。研究部部長のゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は衝撃なし弟子関係について解説していきますよ。東方心霊病のキャラを中心に見ていくのか。今回紹介される巫女や聖が、河川は珍しい種族の仙人だからとても面白そうだぜ。もし面白そうだと思ったらこの研究部に入部してくださいね。また、高評価だけでも押してくれるとモチベーションにつながるのでお願いするぜ。それでは皆さん、授業開始ですよ。それでは、まず紹介するのは東方心霊病の6面ボスつまりラスボスの豊里耳の巫女。妙蓮寺の墓場の地下にある霊廟から復活した仙人で、別名聖徳王。モチーフは、外の世界の視聴者さんもご存知の古代日本の有名人聖徳太子。ズンさん曰く、最近急に架空の人物にされかかっているので幻想郷に引っ越ししてもらったとのこと。まさに幻想入りってことね。長き眠りから目覚めた聖人で、生まれた時から尋常ならざる才能を持っていて、人間を超えるべくして超えた人物。周りの仙人たちから見ても達観した方なんですが、本人曰くまだ修行中とのことです。宇宙の真理である道を追求したいという欲望を満たすために修行しているようですね。言ってる意味が難しすぎて正直何言ってるのかわかりません。大丈夫、私もだ。蜃気楼でマントを着用したのですが、これは自分を超人的に見せるという意味があるようですよ。信長っぽくなったけどかっこいいよな。豊里耳のは聖徳太子の別名である豊里耳の王子から来ています。聖徳太子といえば877人同時に聞き取れるらしいな。いや多すぎやし数字がバナナになってるやん。巫女というのは巫女とほぼ同じ意味で使われますが、こちらの場合は聖徳太子が神の後を引く家系であることからではないかと思われていますね。皇族を出したかったズンさんは、皇族を出せるギリギリのラインである聖徳太子を選択したのですよ。設定上、巫女が神道と言って、才知の極めて優れている子供だったことも関係しているのかもしれませんね。天性の才能だなんて妬ましい。能力により相手の本質を見抜くことができ、言葉はいらず全てを見通すことができます。つまり、マリサさんが今丸ごとバナナが食べたいってこともわかることができるのです。レイムさん。なんでわかったんだ？いやほんまやったんかい。巫女が着用している耳当ては、能力ゆえに耳が良すぎるため聞こえるのをある程度制限していますよ。このことを聞いた幻想郷演技を書くヒエダー級は、一度見たものを忘れない程度の能力を持つため私も耳当てならぬ、アイマスクをすればよかったと言っているぜ。突然下ネタを吐く程度の能力のレイムさんにもつけてほしいですね。この能力で亜級から危険度極高認定されました。喜ばしいことじゃないよ。巫女の性格は意外と軽くおちゃらけているようですが、直接対面すると全く隙を見せないどころか、全てを見透かされているような気分になるようです。豊里耳の逸話の通り、馬小屋にて生まれ、幼い頃から役人の訴えを全て聞き理解し、的確な指示を出すことができたようです。馬小屋で生まれたってイエス様と似ているよな。このため聖人としても手配されるようになりますが、死んでいく人間の運命に不満を持っていました。そこへ評判を聞きつけてやってきた庭聖画から同郷を伝えられて、信じて崇め従ったのですよ。出ました我らが邪仙。聖画が巫女に同郷を伝えたのか。巫女曰く私に他を教えてくれた、いわば師匠のような方ですとのこと。まさか巫女の師匠が邪仙こと庭聖画なのか。これは面白い情報だぜ。ですが同郷では誰でも修行すれば仙人になれるため、政治には向かないと渋ったところ、聖画は表では仏教を普及させ、裏では、巫女たち権力者のみが同郷を信仰すればいいという策を練るのです。それを採用し、自らは同郷の研究を進め超人的な力を発揮し、数々の伝説を作り上げたのですよ。また不老不死の研究も行い、その過程で練炭術にも手を出しました。練炭術とは服用すると、不老不死、体が浮く軽味といったように超能力を持つ神仙になれるという丹薬を制しようと、昔の中国で盛んに試し見られた術のことなんだぜ。ただし10日交換としてランダムで体の一部を奪われます。それ鋼の錬金術師や。このように実は同郷の最終目標は、不老不死だったようです。まさか過去に巫女と聖画はそんな繋がりがあったとは衝撃的だったぜ。そして巫女は今でも聖画様のことを慕っているようです。巫女は、同郷は悪の者が利用すれば邪に、全身を持つ者なら善になるということを身をもって教えてくれた、と言っていますね。つまり聖画は、巫女の反面教師になってくれたってことなのか。とはいえ聖画は邪仙と言われるだけあって、あちらこちらに迷惑をかけているので大魔法使いの白蓮も動こうとしていますね。それでは、巫女を含め我が師匠である邪仙の覚醒画について次の章で解説しますね。あんたは邪の道に行きそうだな。では、次に紹介するのは東方心霊病中ボス及び4面ボスの覚醒画です。
私の尊敬するお方でもあります。いい意味での尊敬ではなさそうですね。通称聖がニャンニャン。実はニャンニャンというのは、東京の女神の呼び名のことですよ。ちなみに、自分のことは覚醒画で名乗っていますね。そして新霊廟三面ボスの都吉花の操り手であり、彼女をキョンシーにした張本人であると思われますね。吉花のことは慕っていて、本人曰く腐ってて可愛いとのことです。それって褒めてるの？ディスってるの？中国から来た邪戦で、ズンさん曰く一番仙人っぽいキャラとのこと。ほう、ズンさんの中で仙人ってそんなイメージなんだ。ちなみに、吉花の方は日本に来てから出会ったので日本人です。そして彼女の名字の格は、実は元夫のもので超美人人妻です。そんな彼女は、東方神霊廟の時は巫女が眠る霊廟を吉花と共に守っていました。練炭で鍛えた頑強な肉体を持ち、様々な妖術を操ることができます。1000年以上生きていて、さらに体を若く保ち続けているのは、1000人の中でも数少ないものの一人です。なぜならそのくらい生きた1000人はほとんどの場合、天人や神霊といったよりくらいの高い種族になっているからです。天人というと、ひなない天使がそうだぞ。聖画は横島な性格の所以で天人になれずにいますが、それを苦とも思っていないようです。ほう、霊夢部長それはどういうことなんだよ。例えると、ワンピースのルフィのおじいちゃんガープが海軍トップクラスのみ対象にならず、中上で止めて広く活動しているような感じでしょう。ああ、それはめちゃくちゃわかりやすいぜ。豊里耳の巫女に道教を布教した張本人であり、彼女たちに表向きには仏教を用いて民衆を支配し、権力者たちは、道教で超人的な力をつけるという策を提案した、いわば神霊廟異変の真の黒幕でしょう。しかし、別に何か野望とか悪意を持ってやっているわけではなく、聖画は純粋に実力や力を持つ者に惹かれ、惚れ込みやすいだけなのです。巫女を導いたのもそういうことね。私も聖画様に認められるために修行を始めたんですよ。へえ、霊夢さん一体どんな修行をしているんだ？自然の力を体に取り込むめちゃくちゃ難しい修行です。それナルトの仙人モードの修行やないか。冗談はさておき、マリサさんが言ったように巫女に近づいて道教を伝えたのもそのためとのこと。しかし道教による国の平定は政治向きでないと断られてしまい、聖画は政治には、表向きに仏教を広めて国民をおとなしくすればいいと教えたのです。権力者は、道教で超人的な力を身につけるといいと提案し納得させたのですよ。自分の願いを叶えたいだけで政治などどうでもよかったようですね。その結果道教の秘術で司会戦となって、聖人として蘇った世で信仰を得ようとした巫女と、その企みを見抜いて、巫女の復活を阻止しようとする仏教徒との宗教戦争を引き起こってしまった全ての大元は、聖画ということになりますね。説明しよう。司会戦とは中国の神仙思想や道教で、人が一旦死んだ後に生き返り、他の離れた土地で仙人になることを言うぞ。しかし別に何か野望とか悪意を持ってやっているわけではなく、先ほども言ったように純粋に力を持つ者に惹かれ、惚れ込みやすいだけなのですよ。大切なことなのでもう一度言うと、巫女に近づいて道教を伝えたのもそのためです。エンディングでは霊夢の力に惚れ込んでなんと弟子入りしようとしていました。彼女曰く、霊夢の力である、お札、陰陽玉、霊界トランスはタオそのものらしいですね。さらにこの時、聖画は自身が身につけている羽衣を霊夢にプレゼントしようとしています。惚れ込んだ女性にプレゼントなんて聖画めちゃくちゃ可愛いじゃんか。相手の家に訪問する、行為の証としてプレゼントをあげるなど、有利的妄想が膨らむ要素はあるのですが意外と知られていないカップリングでもありますね。絵が上手い皆さん、霊夢と聖画様のユリへ加工。どうあがいても R15 以上の作品になりそう。それ以降も霊夢への興味は、尽きていないらしく東方茨河線にて、水木鬼神長の襲撃後に現れた際もひっつこうとしていました。ちなみになんですが、聖画様の道中テーマ曲のデザイアドライブはめちゃくちゃかっこいいですよね。こちらのボーカルアレンジタオドライブという神曲があるのでぜひ聴いてみてください。サビのところがポケモンのサトシの声優をしている松本梨香さんのような声でかっこいいんだぜ。ちなみに私もボーカルやってみたいなと思ってるんだよ。へえ、何の曲歌うつもりなの？亡き王女のためのセプテッド。いやそこは恋色マスタースパークでしょ。それでは、東方プロジェクトの謎多き主人公である白霊霊夢について解説しますね。まず霊夢は巫女としてどういう役割が与えられているのか、意外と視聴者さんも知らないのではないでしょうか？確かに妖怪退治以外に結局白霊の巫女ってどんなことしてるんだっけ？ざっくり言うと、彼女の役割は白霊大結界を管理し幻想郷を見守っているものです。この白霊大結界が内からでも外からでも破壊されれば幻想郷は、無事では済まないからかなり重要な役割を持っていますね。なので実質幻想郷を牛耳っているのは白霊霊夢です。おいおい、白霊の巫女である霊夢がある意味で幻想郷トップなのかよ。
彼女はそれを自覚しているのかはわかっていませんがね。性格は単純ですが、裏表がなく何にも染まらないほどめちゃくちゃ純粋。例で言うと、東方茨河線で参拝客を増やすためにお金のことをずっと考えていた霊夢を見た茨城河線は修行をさせました。しかし、修行直後は霊夢と思えないほどの努力家になりましたが、寝たらすぐにいつも通りになりました。小町が言うにはあそこまで無邪気な人間はあの巫女ぐらいだろうと言ってます。さすが我が母上。私と同じですね。純粋派純粋でも霊夢さんは悪の純粋です。確かに、無駄にお金を増やそうとしたりしますがこれは純粋な人間らしいただの欲があるだけです。喜怒哀楽が激しく、人間妖怪、そして私たち外の世界の人間も引きつける不思議な雰囲気の持ち主ですね。あまり努力をすることはなく、人知れず努力を重ねて能力を獲得しているもう一人の主人公である霧雨マリサとは対照的になってます。普段は幻想郷の端っこから、幻想郷の空を見つめつつ神社の掃除をしているふりをして、お茶でも飲むのが日課です。霊夢、掃除をしているふりなのね。これも純粋に面倒だからという純粋な欲による結果だと思います。基本的にのんきで危機感に欠けていますが、異変解決になると妖怪はもちろん、仙人や、神でも対峙する冷徹な部分もありますが、これは、先ほども言ったようにただ純粋にこの方が合理的だから行っているだけです。見方によっては霊夢は冷徹に見えるという人もいますが、そうではなくただ合理的なのです。前回紹介した駅舎なんかそんな感じだよな。そう、彼は人間から妖怪に変異した人妖。そんな彼に対しては非常かつ冷酷で、弾幕ごっこは使わずに完全に滅しました。これは幻想郷のルールに抵触しているため、鈴名庵では、人間であることが惨めに感じられて人妖となった駅舎のことを害がないにもかかわらず退治して彼が書いた本を焚いてしまい、復活する方法をも立ちました。幻想郷人妖名鑑の霊夢に対するズンさんのコメントでは、これまで霊夢の視点で何かを作ったことはないんです。ゲームは全部神視点だから本人の性格は本人しか知らない。霊夢が何を考えているか実はよくわからないし、作品によっても立ち位置が異なるから見る人によって霊夢は変わるんです。そこが他の作品の主人公とはちょっと違う立ち位置になった理由です。とのことですね。なるほど、だからいろんな書籍でも登場してるけど見え方が違うのか。とはいえ、最近では霊夢がかなり丸くなり成長したと言われることが多いです。東方鈴名庵では霊夢と一緒にいることが多いマリサがお前丸くなったなと言ったり、東方強欲異文ではフランに、敵を見逃すなんてふぬけたわね。と言われています。昔の霊夢といえばところ構わず妖怪ならば対峙する行動が多かったもんな。そう、この霊夢を成長させたのが次に紹介する河川だと思われます。彼女はしばしば里にも現れてありがたいお説教をしている修行中の仙人。東方茨河線にて、人を襲って妖怪化した山犬について霊夢に警告を発しています。結局問題の山犬は、河川に諭され人を守る妖怪へ変貌しました。こういったように妖怪も全て対峙するものではないことも教えていたり、先ほど言ったような修行も含めて、霊夢のお姉ちゃん的存在が河川でしょう。河川が妖怪も全てが全て悪い奴じゃないってことを証明してみせたのか。そう、そんな霊夢のお姉ちゃん的存在から、霊夢と同時に入浴シーンも見られた河川について次解説しますね。そんなシーン一切ございません。さて、ラストは雑誌キャラメルフェブリにて連載された漫画東方茨河線の主人公の茨城河線です。作中で初登場した時点で、すでにマリサや霊夢とは何度も会っているようですが、特に深い知り合いというわけではなかったらしく、当初マリサは河川の名前を思い出せず、霊夢に至っては河川が誰なのかさえも忘れていました。なくした腕については探しているようで、マジックハンドを手に入れた霊夢の前に現れたんだぜ。その一件で霊夢たちに興味を持ち、白霊神社にも頻繁に訪れるようになったのです。河川の性格は感情豊かな生真面目者。今の幻想郷のあり方について、本気で心配したり憂いたりする数少ない両親でもあるよな。またかなりの甘党のようで、菓子の類を食べている場面が多々存在するほか、コーマ缶で紅茶を出された際には山盛りの砂糖を投入していました。仙人なのにそんな甘いも食べてるなんて河川かわいいな。さらには、東方神秘録でも勝利シーンでは両手にお菓子を持って食べていたりしています。ちなみに、お団子だったり、綿菓子だったり、リンゴ飴など結構何でも食べてるぜ。あとチュッパチャプスも食べていたな。仙人なのに河川ファンキーすぎでしょ。有毒ガスや音量が湧き出す白霊神社の間欠泉を独断で封鎖したり、クールを装いつつ霊夢たちに説教したりしています。また、人間の里の入り口でこの世に生を受けてから今までに起こった全ての出来事を思い返す修行をするといった機構を見せたこともありますね。ただ霊夢によると、仙人は変人ばかりとのことなので、卑怯な行動は仙人特有のものであり、河川個人の性格というわけではないのかもしれません。
亀仙流のあの人も含めてちょっと変わってるところがありますからね。じっちゃんハイマ関係ないよね。先ほども言ったように、白霊の巫女が妖怪退治を生業としている事実を河川が否定的に語ったことはないですが、妖怪であっても理由もなく退治することには反対していますね。また、幻想郷の妖怪が妖怪本来の恐ろしさ等を持っていない点を、平和でいいことだとしています。妖怪の中には争いを望まない者がいたっていいじゃないですかとも語っていて、人妖が平和的に共存、もしくは住み分けができる状態を望ましいと考えているようですね。そんな河川に出会って色々学んだことで、妖怪は退治するものだと考えていた霊夢が落ち着いて成長したのか。あと東宝 M1 で聖ガとコンビを組んで漫才を披露するのですが、めちゃくちゃ面白いので見てみてくださいね。それでは、今回の授業はここまでにします。視聴者さんの好きな仙人キャラがいたら教えてくれよな。それではここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。